にちは、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょー。マガキっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。マガキ。っていうことでね、僕の大好きな海鮮、生ガキ買ってきました。それもね、僕の一番好きなサイズ。小ぶりで深さがあるタイプのカキ。このぐらいのサイズのカキを生でペロッと食べるのが一番好きなんですよ。本当に大きくてブリブリのやつを口にバクッと加えて、クリーミー感を味わうのも、またそれはいいんですけど、やっぱ僕はね、小ぶりが好き。もうスナック感覚でひょいひょいひょいって食べれちゃうんでね、もう進んで仕方ありませんね。でもなかなか売ってないんですよ。このサイズのいいやつが。で、今日ね、入りましたんで、買ってきました。こちらがね、兵庫県産になります。兵庫の赤穂市で育てられた養殖のマガキですね。好きなんですよね、僕、赤穂の牡蠣。そうしましたら今日はこちらの小ぶりな牡蠣を使って2品作っていきたいと思います。1品目、牡蠣の夜間蒸し。ガンガン焼きはよく聞くと思うんですけど、この夜間、これに牡蠣をてんこ盛りに詰めて、蓋して、直火で蒸して、蒸し牡蠣みたいな感じで食べようかなと。面白そうじゃないですか。で、2品目、手作りポン酢でいただく生牡蠣。こちらの2品作っていきたいと思います。夜間蒸しはね、この中にバーっと牡蠣を入れて、直火にかけるだけなんで、簡単です。もうすぐできますね。で、今日はね、じゃん。こちら、カボスをたくさん買っときました。僕もう最近カボスがマイブームすぎて、やばい。この柑橘本当に美味しくて、すだちの香りもいいんですけど、このカボスはね、果汁に旨味があるんですよね。本当に美味しい。なので今日はこちらのカボスの果汁をたっぷり使って自家製ポン酢を作って、その自家製ポン酢でこちらの生牡蠣をつるっといただきたいなと思います。で、牡蠣これもう洗ってありますんで、もう今日やる工程っていうのは、すだちでポン酢作りと、あとこの生牡蠣をひたすら剥いていくっていう作業になってきますので、まずはポン酢から作っていきましょうか。じゃあまずすだちをきれいに洗っていきます。今日はすだちをたくさん買いましたんで、もうすだち果汁たっぷりのポン酢を作っていけたらなと思いますよ。もう牡蠣にすだちを絞って食べるだけでもうまいんですけどね。やっぱりね、市販のポン酢より手作りの方が、この、より柑橘のフレッシュさが出ると思うんですよね。うわ、結構汚れ出るな。とりあえずすだちの汁が 100cc ほど欲しいんですよ。多分 100cc だったら5、6個で取れると思うんですよね。まあこのぐらいでいいかな。そしたらまず皮を取っちゃいます。皮ごと絞ると皮のえぐみが出ちゃうらしいので、ちょっとめんどくさいんですけど、こう皮を剥いて身だけにします。この状態ですね。使えそうですけどね、この皮とかも。ちなみにこれ無農薬なんでね、どうしような。これ砂糖漬けかなんかにして食べようかな。もったいないですよね、この皮。こんな感じでどんどん皮だけ剥いていきます。はい、とりあえず8個剥きました。皮剥くんだったら洗わなくてもよかったじゃんって思う方おると思うんですけど、ポン酢って1回で全部使い切れるものじゃないじゃないですか。ある程度保管する調味料なので、できるだけもう綺麗に作っていきたいんですよ。ポン酢じゃなくても、料理はね、やっぱ綺麗に作った方がいいかなと思いますよ。どこから雑菌が入ったりするかわからないのでね。よし、そしたらこの状態になったら、手でギューッと絞ってもいいんですけど、より効率よく絞るために、これジューサーですね。これでいきます。これ何気に初めて使うな。2つ入れて、こう閉めて、ほんでこれをプレス。うわー、めっちゃ効率いい。で、こうしたら、はいはいはい。2つでだいたいこのぐらいですね。50cc 取れましたね。意外と取れますね。で、種とカスは残ると。で、やっぱりね、種は多少入ってきますんで、後でこれは取っていきますね。めちゃくちゃ楽しいな。プレスして、ジューッと絞って、うわ楽しい。ずっとやってたいな、これ。ギュー。めちゃくちゃ取れるじゃん。これ置いて固定してやった方がいいな。めっちゃ 200cc ぐらい取れちゃいましたね。そしたらこの果汁に入っている果肉とか種を取り除いていきます。
はい、そしたら今日使うのは 100cc ですので、100cc 戻します。こんなもんですね。残ったのは飲んじゃう。いただきます。うまっ。酸っぱいけどレモンとはまた違うんですね。体が喜んでる感じがする。あと髪切りました。で用意するものがかぼすの果汁100、お醤油、濃い口醤油を用意しました。で絶対いい醤油を用意した方がいいです。ちょっとお高めの再仕込み醤油用意しました。そして鰹節、こちら昆布、今日はラオスの昆布を用意しました。そしてみりんでお酢ですね。こちらの材料で作っていきたいと思います。材料だけ見てもまあ美味しそうですよね。そしたらお鍋にお醤油、これが 100cc ですね。そしてみりん、これもお醤油と同じ量入れます。足りるかな。みりんも100。そして昆布ですね。こいつが今日の主役ですからね。昆布は気になる人は軽く濡れ布巾で拭いて汚れを落としておきます。拭き拭き拭きと。水でジャブジャブ洗っちゃうと出汁が出ちゃいますんでね。気になる人は拭き拭きとかで拭きます。この白いのはね、別にカビじゃないんですよ。昆布の旨味なんでね、そこまで気にしなくてもいいと思うんですけど、丁寧な仕事するときはこうやって拭き拭きと布巾で取ります。そしてより出汁が出やすいようにこう切れ込みを入れます。チョキチョキチョキと。手気をつけてくださいね。はい、そしたらそこに昆布を落とします。1つ2つと。でこれで火にかけて昆布の出汁を引いていくんですけど、ちょっとねこれだと醤油とみりんが濃くなりすぎちゃうんで、ちょこっとだけ水入れましょう。ちょっとだけね、蒸発する水分を水で補う感じで、30から50ぐらいでいいかな。よし、こんなもんでいいでしょう。そしたら弱火でゆっくり10分ほど火にかけて昆布のうまみを出していきます。はい、ではいい感じに昆布がふにゃふにゃになって出汁が取れましたら、そこに火を止めて、でそこに鰹節を加えます。よし、そしたらこのまま置いといて粗熱を取ります。はい、で粗熱が取れましたらこしていきます。でここでギュッと絞って鰹節に含まれている醤油を下に落としたい気持ちはあるんですけども、あんまり絞っちゃうと鰹節のえぐみが出ちゃうと思うんで、これで放置、じっくりドリップさせていきます。はい、では醤油が完璧に落ちました。そうしましたらこの段階で分量を測ります。多分100ぐらいだと思うんですよね。ぴったり100ですね。そしたらこれ 100cc なので果汁も 100cc、 1対1で入れます。80だったら果汁は80、50だったら果汁は50という感じですね。さーっと入れます。かぼす汁が100入ったらそこに次はお酢ですね。お酢は 50cc ぐらい入れます。よいしょ。これで混ぜ混ぜしてちょっと一回味見します。だいぶねいいと思いますよ。うまい、いい味です。これで自家製ポン酢の完成。めちゃめちゃうまいです。そしたら自家製ポン酢を真ん中に置いて、あとはここに牡蠣を剥いてずわーっと並べていきたいと思います。よし、そしたら牡蠣剥いていきます。そしたら牡蠣剥いていきましょう。元気な牡蠣っていうのはこうやってねギシッと蓋が閉まってます。で持ってずっしりしてるものですね。こういう風にねちょっと口がパカパカって開いてるようなもの、こういうのは避けた方がいいですね。このぐらいだったら大丈夫なんですけど、同じ日に仕入れた牡蠣でもやっぱりね弱いやつは弱いんですよ。でその弱いやつから腐ってきますんで、外れはね高確率で言います。オイスターバーとか海鮮屋さんに行って生牡蠣プレートとか頼んでも、お店によるんですけど、もう明らかにこれ腐ってるじゃんっていうやつあります。僕もね何回か当たったことあるんですよ。そういうやつはまずなんか臭いんですよ。生牡蠣の匂いじゃなくて、なんか本当にね腐った匂い。ちょっと汚い言い方するとうんこみたいな匂いするんですよ。本当にうえってほどではないんですけど、なんかものすごく違和感のある香りがします。で鮮度のいいものっていうのはちょっと一個開けてみますね。あ、いいな、やっぱいい牡蠣でしょう。小ぶりなんだけどパンパンに詰まってますね。これものすごく色艶がいいですね。これめちゃめちゃいい牡蠣です。で牡蠣って悪くなってくると、このね外頭膜、このヒレヒレのところ、外頭膜コリコリしてて美味しいところですね。ここがねなんかドローンって溶けたような感じになってくるんですよ。ほんで全体的に張りがなくてのっぺりしてきます。そういうやつはお店屋さんで出てきた時ちょっと警戒した方がいいかもしれません。ちょっと匂い嗅いでみて臭かったら店員さん呼んで、すいませんちょっと当たりを引いちゃったみたいなんですみたいな、そういう言い方をするといいと思います。他のお客さんもいますんでね。髪の毛が入ってた時とかもね、髪の毛が入ってるよって言うんじゃなくてね、ちょっと当たり引いちゃったんですよとか言うと、お店側もうわ本当に申し訳ないことしちゃったなっていう風に思うし、周りのお客さんも考慮できるし、
それ一緒に来てる人にも、ちょっとこの人できるなって思われますね。僕もね、この前一回あったんですよ。オイスターバー行ったら、来た段階でちょっと匂い嗅いで、もう明らかに腐ってるなと思ったんで、店員さん呼んで、すいません、ちょっと当たり引いちゃったんで変えてもらえますかって言ったら、僕の顔チラッと見て、はっみたいな顔して、さっと裏持ってったんですよ。で、新しいの来たなと思ったらね、20個ぐらいに増えてました。いや、それいいのにと思ったんですけど、すごくサービスしてくれたっていうね、エピソードがあります。本当に腐った牡蠣はね、食べたらまずいので、皆さん気をつけてください。にしてもいいですね。小ぶりなんですけど、こう、殻の隙間にびっちり入ってますよね。よくあるじゃないですか。こんな大きい牡蠣なんだけど、加熱したらこんなになっちゃったよってやつ。この牡蠣は、殻がちっちゃいんだけど、もう身もパッツンパッツン。これ多分ね、火通してもそんな縮みませんよ。ほら、この分厚さ。めちゃくちゃうまそうですね。こうちっちゃいだけの牡蠣じゃダメなんですよ。ちっちゃくて、この深さがある牡蠣を選ぶと最高ですね。これをね、どんどん剥いていきます。こう入れて、で、ここに貝柱があるんで、クックックッとやって、で、街灯膜下に下ろしてパカ。で、下の貝柱もついてるんで、下の貝柱をカット。で、くるんと戻して、ぷっくりさせると。もう一回いきますね。ここら辺からナイフを入れる。で、てこの原理でちょっと上に上げつつ、クックックッと。で、街灯膜をこう下に全部落として、パカッと開いて、で、ここで貝柱を切って、で、このままでもいいんですけど、やっぱクリッと返すことによって、よりね、綺麗に見えるんですよね。テクニックですよ。こういう感じでどんどん剥いていきます。今日これね、100個ぐらいあるんでね、もう食べたい放題ですよ。小さいんですけど、こんだけ身がパンパンだと、だいぶ食べ応えありますからね。はい、こんな感じにかなり剥けましたね。50個ぐらい剥きました。まあこんなもんでいいでしょう。50個剥いてもまだこんなにありますから。そしたらお皿に氷を引きます。さっと。で、中央に手作りポン酢。そしてスプーンを添えて。そしたらここに生牡蠣を盛り付けていく。あと1個足りなかった。うわー、すげえ、めちゃくちゃそそられるわ。そしたらここにかぼすを切って、そしたらこんな感じにしてちょっとこうかけていくと。はい、これでオイスタープレートの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。いやー、いいプレートが出来上がりましたね。これお店で頼んだら1万円ぐらいするだろうな。今日はこれが独り占めできるわけですから、もうそれはね、ワクワクですわ。早く食べたい。の前に、やかん蒸しを作っていきましょうか。そしたらこのいい感じのレトロ感漂うやかんにね、どんどん入れていきます。これはね、昭和の時代から俺のばあちゃんが使ってたやつですね。やっぱりいいものっていうのはね、長く持ちますね。ガンガン入れていきます。よし、こんなもんかな。もうちょっと入れるか。はい、こんなもん入りました。そしたらこの状態で火かけても牡蠣の水分で蒸し上がるんですけど、ちょこっと日本酒入れます。ちょこっとだけね。ほいで蓋をして火にかけていくと。
よし、そしたらその間に生牡蠣を食べていきましょうか。さあどれいきましょうかね。まあどれもうまそうなんですけど、特にいいなーって思うやつはこの子ですよね。すごくいい。これ鮮度抜群ですよ。外頭膜もしっかり縮れてて張りがあっていい牡蠣ですね。そしたらこの自家製の手作りポン酢、こちらをすくってシュワーッと、そしたらこちらをいただきます。うめえ、全然臭みがないで、クリーミーな感じじゃなくて割とね歯ごたえがあってあっさり系なんですよ。うまみもしっかり乗っててね、うまいですね。アコウの牡蠣うまいんですよね。やっぱね、何でもね大きければいいってわけじゃないんですよね。でもこの小型の牡蠣を紹介しちゃうとこれね、なんか取り合いになっちゃうんじゃないかなと思って、ただでさえあんまり市場に出回らないですよね。まあでも本当に美味しいものを皆さんに紹介したいんでね、これはうまいわ。でポン酢がうまいわ、めちゃくちゃ。これ最高だね。これ半分以上カボスなんで、すげえ爽やかなんですよ。で爽やかの中に昆布とカツオの旨味がガツンと入ってます。ほんで醤油みりんも最高のものを使ってます。なんでめちゃくちゃうまいです。これ色見てもらうと分かるんですけど、すごくあっさり系なんですよね。なんでもう結構いっちゃっていい。こうバッとこう乗せて、もうなんならねこのままこうつるっと、うめえ、最高です。本気でうまい。まだこんなにあるわ。一人で余裕で食べれます。こんだけワンコ牡蠣みたいな。牡蠣は飲み物なんですよ、極論だけどね。水と一緒。さあそんなこんなでもういい感じですね。こっちがいい匂いが立ち込めてきてる。ガンガンがなかったんで夜間でやってみましたけど、夜間いいですね。意外と画期的かも。中は開いてきてますね。もうそろそろいいでしょう。さあじゃあどれいこうかな。これいいな。これと全部口がしっかり開いてる。もういいな、火止めちゃいましょう。よいしょ。うわー素晴らしい匂いがする。さあさあじゃあどうだろう。身は縮んだかな。ほらそんなね縮んでないですよね。ふっくりしてます。この殻の割合考えると全然ですよね。うわかわいい。よし、じゃあ最初は何もつけずにいきましょうか。ちょっとこの汁ごといきたいんでね。じゃあこちらいただきます。うめえ、やっばこれうまっ。これ大正解だ。ちょっとうますぎるかも。いきます、もう一回。うまっ。どんだけ濃厚なの。やっぱりねサイズ感ですわ。感覚的にアサリとかハマグリの酒蒸しを食べてるってイメージ。そのぐらいひょいひょいひょいと食べれちゃいますね。うまいな。ちょっとおかわり。これやばいな。こうきて、ほんでちょっといいこと考えちゃった。これ開けます。そしてこのやかんからこう汁を出すと、牡蠣スープをこう出して、でこのつゆだくでいただくと。いただきます。これやばい。今後長い人生生きていく上でこの味はまだ知らなかった方が良かったんじゃないかな。これかなりうますぎるぞ。なんか食べ物として本当にパーフェクトだ。うまっ。本当にうまいものってずっと味を覚えてますよね。間違いなくそれですね。この味は忘れんだろうな。はい、ということで今日はこちらの生牡蠣のオイスタープレートと夜間蒸しときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ。もうこれしかないでしょう。いやもう気分は牡蠣小屋ですよ。外でね焼くのもいいんですけど、こう中でもこんだけ美味しい料理できるんですね。はい、こちら7対3ですね。いただきます。うめえ、最高。からのですよ。ポン酢をたっぷりすくってスーッとかけて、ここいきますか。いただきます。うまい。ビールからの、よいしょ。
ただきます。生牡蠣1つと蒸し牡蠣1個で金色350が一瞬でものの1分でなくなった。でこのペースで飲むとまあ何リットル飲むことになるんだろうなっていう感じですね。でも牡蠣を食べながらお酒飲むといいらしいですよ。肝臓に一石二鳥ですよね。もう最高、大好き。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は僕の好みのちっちゃい牡蠣を使ってオイスタープレートとやかんで蒸し牡蠣作ってみましたけども、どちらもむちゃくちゃうまかったですね。いや、あのサイズの牡蠣を食べちゃうとちょっと後戻りできないっすね。なかなか売ってないんですけどね、あれ見かけたら僕は買うようにしてるんですけど、まあ酒が進んだな。ビール何本飲んだんだろう。7本ぐらいいっちゃったかな。もう進んで仕方ないですよね。動画外でこういう風にロバト焼きで焼いて醤油垂らしてバター乗っけてバター醤油でも食べたんですけど、これがまたむちゃくちゃうまかったんですわ。もうこんなもん食ったらもう戻れないっすね。最高でした。ちなみにあれ全部でね、今日1万円ぐらいでしたね。1万円ちょっとしました。それが高いと思うか安いと思うかはまあ人それぞれということでございます。めちゃくちゃ美味しかった、そんな撮影でした。今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。